スするじゃないですか。あれ本当はダメなんですね、銀座だと。まあ言っていいことと悪いことはあるかもしれないですね。今から見て京子さんってどんな話ですか？どうしてコメント欄見てるんですか？なんかコメント欄がちょっと荒れてるって聞いたんで、ちょっと見てみた感じです。ママって普段コメント欄見るんですか？見ますよ。すぐに見らない時っていうのはあるけども、何日間以内には。はい。ちなみにそれは何の動画ですか？これ一番最近の。京子さんかい。鹿島京子です。鹿島京子さん。はい。年齢って25です。若いですね。着物だからかなんか大人っぽい感じが。よく言われます。ちょっとあれですね、喋り方になんか特徴がありますね。本当ですか？じゃあママせっかくなんでコメントを返ししますか？そうですね。いいですか？コメント返しして。これも294件ですね。そうですね。失礼な対応してるのに笑って話すって、これが銀座のホステスなんだ。怒っていたお客様がこの動画見たらどう思うか。まあでも彼女は割と何でも途中で「あははは」って入れますよね。それがちょっと癖というか、あれだから。一番になりました。彼女のお客さんは非常に彼女のことを理解しているお客さんが多いので、怒らないと思いますけどね。お客さんは彼女の係のお客さんはなんか喋ってる時にどんな内容でも必ず笑いません？笑います。そう、なんかそれ彼女の癖だったことをお客さん、係のお客さん分かってるから、見ても別にいつものことだなっていう感じは思うとは思うんですけどね。彼女の笑い癖を理解している方が多いので怒らないとは思いますが、貴重なご意見をありがとうございます。これは、まあ上司でありママからして、京子さんの笑い方っていうのはどう思ってますか？癖だからね。もちろんなんかちょっと失礼なことを話してる時にあんまりこう笑う入れるのはちょっと良くないかもしれないですけどね。ちょっとセレブな方がおほほほほみたいな笑い方あるじゃないですか、ちょっと近い感じかもね。だからなんか鼻につくのかも。多分彼女もこう品を良くしようとしてというか、銀座のホステスでありナンバーワンでありみたいなところをちょっと強調したいのかもしれないですよね、もしかするとね。銀座に来ていくというか人付き合いをするためにそれは身についたのかもしれないですね。ボタンを押していきましょう。口元に特徴があると書いてる人もいますね。確かにちょっとなんていうんだろう、アヒル口みたいなのって若い女の子たち流行ってるから、そんな感じかもね。なんか口アヒル口みたいにわざとこう作る子を増えませんでした一時。彼女もそういう世代で25歳だったもんね。京子ちゃんももしかするとその頃アヒル口をあれしたんじゃないのかな。
取得したんじゃないのかな口元に品性が出るって、これは悪い意味ですかね。アヒル口ってじゃあ品がいい人なのかって言われると、確かに弁護士とか医者とかでなんか大きいアヒル口してますみたいな人って少ないから、なんかイメージ的にすごく頭のいい人はアヒル口にしないみたいな、そういうことなんじゃないんですか、多分。じゃあつまりアヒル口は銀座のホステスらしくないということですか？ああ、確かにそうかもしれないですね。まあいますけどね、ヘルプの子で若くて可愛い子はあれですけど、でもじゃあ、銀座のママとかね、ちょっと年いった人がアヒル口しててもなんかってちょっとあるかもしれない。ただね、ちょっとね一つちょっと黒服に言っといてって言ったんだけど、ピアスするじゃないですか。あれ本当はダメなんですね、銀座だと。そのコメントありました。ありました？着物でピアスしてダメなんですか、着物でピアス？私はね、もう古いのかもしれないけども、私は銀座でやっぱり最初間違ってやったんですよ、なんかパールのピアスとかだったからあれだったんだけど、もうパールだからまだいいけどお着物にアクセサリーはダメよって昔ママに言われたんですよ。パールって清掃でモにもするし、婚礼でもパールじゃないですか。ああ、そういうこと。和ですよね、パールって。で、着物ってそういうものなんだって。やっぱり銀座来るまで着物なんて着たこと成人式がねなかったんで、分かんなかったでね、そのルールというかマナー。ただ私ね、誰かに言ったんだよな。そう、京子ちゃんのピアスダメだなって、着物にピアスはダメよって私も昔教えられたから教えてあげてって言ったんですよ。そしたら「すいません、僕も言ったんですけど今はそういう時代なのよ」みたいなことを逆に言われたんですよねって。と私も考えて、いや一瞬私も古いのかなって思うじゃないですか、やっぱりファッションショーでね、モデルさんたちがちょっと着物をおかしく崩して着たりしてるじゃないですか。そういう人はなんかピアスしてたりとかあるだろうし、ただでもってそこで一瞬考えたんだけど、でもやっぱり私銀座で昔言われてるから、それはやっぱり守った方がいいんじゃないかなって言っといてねって言ったんですよ。でもどっかでちょっと私直接言わないといけないかもしれないですね。この銀座で、ね、その SNS をやる YouTube をやるっていうことも、ご法度とされてるけどママは正しいことしなきゃいけないって言って、今やってるわけじゃないですか。その考え方でいくと、その着物にピアスも同じことかなとは僕は思っちゃうんですよ。そうね。ただ私の考えだと昔まだパールだからいいけどでもダメよって言われたから、やっぱり許容範囲として昔より新しいものを取り入れていくってことで、パールのピアスぐらいならいいと言われる世の中になってきたかなって感じです銀座でも。この人がナンバーワンになれる理由が全くわからない。お金使うなら綺麗な人か美里さんのような姉御肌のホステスさんがいいな。どうして京子さんがナンバーワンになれたのか。はいはい。ママの見解は、それね、そうなんですよ。例えば私は組数の人間なので、そんなにドカーンとお金を毎月使ってくれる人がいるとかではなく、1日5組とかお客様いらっしゃって、ボトル飲まれたり、シャンパン1本入れられて帰られたりとかっていう普通の飲み方をされるお客様が組数が多いんですよ。でも割と私自分で店やって気づいたんですけど、ナンバーワンになる子たちって意外とそうじゃない子が多いんですね。もう本当にナンバーワンになってほしいから僕がお金を使うよっていうドカーンっていう使われるお客様がついてる女性がナンバーワンになるんですよね。
こんなにそっちが多いんだったんだって店やって気がつきました。まあ、京子ちゃんも何組かお客さんいるんですけどね、組数がものすごく多いわけじゃないから、でもやっぱりこうそれだけ飲んでくださるお客様がいるからナンバーワンになれるんですよね。でこれを笑顔にしとこう。絵文字入れたいのね。なんかね、絵文字和むじゃないですか、なんかこう何よってなる気持ちを和むね。これどうですか？これ黒服がミスをかぶって代わりに怒られる方が良い。それが水商売って意見理解はできるんだけど、だったら裏では黒服さんごめんねありがとうって態度じゃなきゃダメじゃない？してますよ、全然。黒服は黒子なんですよ。これも昔教えられた副社長に、黒服はミスをかぶってっていいんですよ、そこにも貸し借りがあるから。なるほどね。ホステスと黒服の間にも貸し借りがあります。なるほど。言い方っていろいろあったと思うから、同伴かぶりの、ただまあ平井さんがあえて買って出たのかな。それってでもすごい黒服としてうわ立派な仕事をしたわっていう感じはありますよね。さすが平井さんみたいな、僕のせいにしてくださいみたいなさらっとできる人なんで、そこをちょっと京子ちゃんが甘えて平井では貸し1を作ってるじゃない。でお客さんがちょっと黒服に対してちょっと今日こんなことがあってって怒るじゃないですか、ホステスがよく。でも平井さんなんかこの間あんな罪かぶしちゃったから言えないわみたいな、平井さんがミスターとしてもなんかそういう貸し借りですよね。京子さんやる気が伝わってきます。和服も洋服も良いですね、頑張ってくださいっていうね意見もありますね。これいいですね。結局長くお客様に愛されるのは美里さんのような女性だと思う。この子は損して得取りの逆を言っている印象かな。目先の利益最優先みたいな。まあそういう子だから短期間でナンバーワン取れたんだろうけど、それにしてもこういう光景まで見せてくれるこのチャンネルめちゃくちゃ面白い。人間観察バラエティモニタリングよりこっちの方が本物の人間観察バラエティだと思うわって書かれてるんですけどなんかありがたいコメントですけど、美里が損して得取れっていうか、お金を追ったらダメよって言ってたじゃないですか一回、あれの違うことしてるんじゃないのって書いてると思うんですね、でも結局さっき言った貸し借りだからお客様との貸し借りなので、そういう風にやられたいお客様にはやってあげたらいいんですよ。たまに M なお客さんがいて、係に俺が帰ることを言わないで、今日は係の子があんまりついてくれないからなんかちょっともう帰るわみたいな半怒りじゃないですけど、でじゃあ次にそのお客さんが来た時に謝るかと思ったら、この間私に言わないであなた帰ったから今日は罰金ねなんつって、あじゃあ高いワイン1本もらえますからとかすごい S キャラな係っているんですよたまに、もう周りはもう大丈夫怒らしたんじゃないのみたいな、でも意外や意外お母さんがはいはいお姫様とか言って、もうあなたの好きなオーパーさんでも何でも頼みなさいよ、そうねもらうわねみたいなやり取りが実際あって、でもなぜかって言ったらその係がお客さんのことをすごくよく理解してるんですよ。次に来た時にお客さんはそれやられたいんですよ。なんかそういうお前が好きだよみたいな、結構 M のお客さんって結構多くてちょっと時間もあれなんで次の動画いきます？あ、もう一個か。もう一個あります。わお。私か、高評価つけるようになりました。お、私のコメントにこんなことあるんだ。嬉しいじゃないですか。誰？よかったです。嬉しいですね。早速。おっとりしてる話し方が男性に好かれそう。演者の女頑張ってください。そうなのよね。男性ってね、女性が好きな女性と男性が好きな女性って結構違うからね。
彼女個性的だから、このおっとり感とかがものすごくハマる人にはハマるんでしょうね。仕事できない子はいらないですって言ってたっけ？お願いします。水入れてください。仕事しない子嫌だな。佐藤さん、チェイサーとかハイボール作ってくれないんで、抜いてもらって違う子つけてもらっていいですか？ダメだよ。動けない子はいらない。まあ言っていいことと悪いことはあるかもしれないですね。ヘルプの子が一緒に席に着きたくないから抜けたくてお酒作らなかったのでは？はてなはてな。先輩ならその場で教えてあげたらよいのに。でもお酒作らなかったから席を抜けられるってわけじゃないから、もう怒られて抜けたかって、いやそこまで考えてお酒作らない子いないですよね。なんかそもそもなんですけど、今から見て京子さんってどんなホステスなんですか？なんか1回か2回に7位に面接に来て落ちてるって言うんですよ。それ言ってました？言ってました。はい。2回落ちてるんですよ、私7円。え1年半前ぐらいにも1回受けてて、で落ちてて、その後悔しくてもう1回受けて、でまたダメで、3回目でやっと入れた感じなんですよ。落ちるとかあるんだ。落ちるのがあるんですよね、多分。悔しかったんで。YouTube も出たいって言ってくれてたし、7位にいることがすごく嬉しいから頑張りますみたいなひたむきなね感じの子では、可愛い子ではあるんですよね。思い入れがあるんですね、7位にね。やっぱ根性ありますよね。頑張ってますよね。そういったことに全て考えても、根性で売り上げを上げてきた女性ですよね。まだ荒削りだけども、努力以外にね何もないから、努力で上がってママになるもんだから、やっぱ銀座浅いから、その銀座らしさ、本物の銀座らしさっていうものを教えていかないといけないと思うし、あとピアスだったりね、そういう見た目のことも含め、お客様に対してのことも含め、全てやっぱりね、こう銀座長い人間が教えていかないといけないので、素直に聞き入れてくれれば、売り上げも保てるだろうし、いいホステスになっていくと思いますからね。もっともっとね。またやりますか？そうですね。これがどんな評価につながるか。でもきっとコメントが増えてくるんだと思うんでね。定期的に、結果出てくるんだったら定期的にやった方がいいかな。